梅シロップのうちの作り方なんですけれども、青梅です。硬い青梅を使いますが、青い梅の、ヘタを取りますね。ヘタを取ったらそれを割ります。で割る時に私はまな板を使うんですね。でなぜまな板を使うことになったかと言いますと、例えば木槌ですとかすりこぎですとかで叩くととても割りにくい、なかなかうまく割れませんので、どうしたらいいかなと思って考えたのがまな板を使う方法だったんですね。でどんなまな板でもいいかと思いますけれども、あんまり大きいともちろんできませんし、小ぶりの持ちやすいちょっと厚みのあるまな板をお使いになるとすごく割りやすいです。もう一瞬でポンといい具合に割れますので、何も考えないであっという間にできます。でその割った青梅を瓶に入れて、そこにメープルシロップをかぶるくらいまで入れて、でこれは常温に置かずに冷蔵庫に入れて、しばらくそうですね1週間ぐらい1週間以上経ったらもうとても美味しくいただけます。メープルシロップを使って私は梅シロップを作りますけれど、そのメープルシロップはですね、いろんな段階があるんですね。今私が使っているのはゴールデンというタイプで一番透過度が高いものを使っていますけれども、あともう少し濃くてアンバーとかダークとかあります。どれをお使いになってもいいです。でお好みで選んでいただいたらいいと思いますけれども、透過度が一番高いゴールデンっていうのが一番すっきりして、だんだんお味が濃厚になってきますので、そこら辺はお好みで選んだらいいと思います。でうちではその梅もカリカリですごく美味しいのでいただいちゃいますけれども、炭酸で割ったりお水で割ったりいろいろされるといいと思います。梅雨時は日本のこの気候にとってすっごく大事な時期なんですよ。だからこれがなくなったら本当にお米とかね、本当に私たちの大事な食べ物がなくなっていくっていうことにつながるので、この梅雨時は本当にありがたい、雨がしとしと降ってまたその風情を楽しめたらいいなと思います。ただ最近の梅雨はバーッと降ったりね、ちょっと異常なところはありますけれども、その梅雨があったり、その後ちょっとカーッと晴れた夏が来て今度秋が来てという、やっぱりその四季の変化を楽しめるっていうのはこれほど楽しめる国って世界中ないですからね。だからこれを本当にみんなで大切に守っていくにはやっぱり日々の暮らしの中で食の伝統を守るとかいうこともありますし、あと生活そのものに気をつけて、あんまりこのエネルギーを使いすぎないとか、自分たちのその移動の時とか食べるものとか、もう本当に毎日の生活の中でそのゴミの問題もありますし、毎日の暮らしをきちんと丁寧にするっていうことがその四季を守っていくことにもつながっていくと思うんですね。なのでそういう気持ちで過ごしたいと思います。